なかなかのジャンプです。プリミティアプレイヤーエールです。今回はロボット用戦闘ロボを作ってみようと思います。ロボットが操縦できる強い乗り物にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは3メートル以上の高さのある足場を用意して、その上にロボットを召喚することで眠らせておきます。そして以前作ったロボット用カーをベースにロボットが座って操縦できるように改造していきましょう。とりあえずロボットがいい感じに座れる座席を作って、その上にロボットを座らせたら、ロボットが暴れる動きで水晶を叩いて発電できないか試してみます。ロボットの腕で水晶を叩いても発電しないみたいです。普通の物体なら発電するのに不思議ですね。同じように頭がぶつかっても発電しませんでした。ちなみにロボットは耐久力を自動回復します。まとめてダメージを与えないとなかなか倒せないわけですね。ロボット本体が当たっても充電しないのであれば、ロボットの動きで座席を動かすことで座席と水晶をぶつけて充電できるようにしましょう。さらに複数のベアリングとモーター、タングステンの刃を組み合わせることで電気を流すとパンチする腕のパーツを作りました。ロボットの動きに連動してパンチさせるために、早速こちらを座席の横に取り付けたら、ついでにロボットの動きによって電源をオンオフできる動力用のモーターに電気を流す仕組みを追加しました。これならロボットが動くたびに止まったり動いたりしてくれるんじゃないでしょうか。こちらを地上に下ろして正しい向きに直したら、動きを見てみると、ゆっくりタイヤが回転して進んでくれています。でも、ロボットは他のものに運ばれている間、止まってしまう習性があるので、そのまま何も起こらず、進み続けてしまっています。しょうがないので、私が近くに歩いて行って、タイヤの動きを止めてみましたが、ロボットが前後にピクピク動くだけで、水晶に衝撃を与えないので、何も起こりません。もう少し改良しましょう。今度は、座席を左右だけでなく、前後に動くようにして、推進用のモーターを動かす仕組みも、一度衝撃が加わると、2秒ほど動いた後、自動で止まるようにしました。これならさっきのように動き続けることもなさそうです。早速試してみましょう。地面に下ろすと、なぜかロボットのパワーでジャンプすることもありました。なかなかのパワーがありますね。これはこれで面白いですが、肝心のタイヤを動かしたり、パンチしたりする仕組みはうまく動いてくれませんでした。どうやら座席が小刻みに動くせいで、推進用のモーターがうまく止まってくれませんし、パンチの仕組みもまともに作動してくれませんでした。なので、電気の力で何とかするのは諦めて、ロボットの持っている潜在能力を利用して、面白い動きができるようにしましょう。座席以外の部品を削除して、タイヤではなく足のパーツを取り付けます。座席は上下に揺れるようにして、その先には牙のようにタングステンの刃を取り付けました。足の先にはベアリングのタイヤもつけています。これならロボットの力だけで飛んで移動してくれるんじゃないでしょうか。おっと、ひっくり返ってしまっています。それでも、ロボットが本気を出してくれたのか、自らジャンプして起き上がることに成功しました。と思ったら、ぶっ壊れてしまっています。そのままアクロバティックな動きでロボットが逃げ出してしまいました。こうならないように、もう少し改良しましょう。ロボットが飛び出さないように屋根をつけるとどうでしょうか。そうすると、今度はロボットが力なくピクピク動くだけになりました。
やる気がなくなったんでしょうか。それでも、もう少し重量を軽くすれば、もっと激しく動いてくれそうなので、足の材質をゴムから軽いマス材に取り替えて、さらに関節にベアリングのバネを追加しました。早速こちらを試してみると、いいジャンプですが、脱出してしまうパターンです。もう一度試してみると、さらに高くジャンプして脱出してしまったので、屋根を追加してみましょう。しかし、こちらを試してみると、高く飛んでいった後、あちゃーロボットが破壊されました。それでも、もう一度試してみると、いい感じに跳ねてくれるようになりました。なかなか楽しそうですね。しかし、3回目のジャンプで屋根が壊れてしまいました。そこで今度は屋根を外してロボット固定のための頭を囲むパーツと逆さに押しても起き上がりやすくなるように4本の長い棒を追加しました。これならもっと安定して動いてくれるんじゃないでしょうか。こちらを地面に下ろしてみると、だいぶおとなしくなりましたが、その軽さのおかげか、ちゃんと動いてくれています。進む方向は後ろ向きですが、確実に進んでますね。そのまま様子を見ていると、なかなかのジャンプです。常にジャンプしているわけではありませんが、こうやってたまにジャンプするのも、いい感じですね。上にある棒のおかげで、倒れても簡単に手で起こせました。とりあえず、後ろ向きに動いて、時々ジャンプするという、ロボットの隠れた動きを見ることができたので、ロボット用戦闘ロボは完成ということにしておきましょう。今度は私の視点にして、ロボットを座席に固定するところから見てみましょう。ロボットを積んだ状態は保存されないので、毎回3メートル以上の高い足場の上で、この操作を行わないといけないのが結構めんどくさいですが、慣れればそんなに時間をかけずに固定できます。ロボットを座席に固定し終わったら、物体削除機能で足場ごと地面に落として、さらに余計なものを消していけば、ロボットを地面に解き放つことができます。大ジャンプを見せてくれました。でも、傾いてしまったので起こしましょう。この時足が引っかかっているのか、動きが止まったので、足の位置を調整していると、おっと、また大ジャンプして、ロボット用戦闘ロボの方が壊れてしまいました。こういうこともあります。それでは最後は、地面に解き放ったロボットが乗った状態のロボット用戦闘ロボに捕まって、行けるところまで行ってみましょう。自由に動くロボットをしばらく見学した後、座席の上に乗って捕まると、ジャンプしてくれました。私を乗せたままでも、これだけ飛んでくれるので、やはりロボットにはすごいジャンプ力という、謎の潜在能力があるみたいです。それからも、普通にゆっくり動いているかと思えば、急に大ジャンプしてくれることもありました。私が乗っていることで、ジャンプ中に傾くのを防げるので、ひっくり返らずに、ジャンプを繰り返せるのがいいところです。しかし、ジャンプの着地中、ロボットが変にずれて、はみ出してしまいました。激しく振動して暴れてますね。そのまま脱出してしまったので、ロボットとの旅はここまでです。それでは、ロボット用戦闘ロボの力は十分確認したので、スライムを捕まえてきて、食べてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、ロボット用戦闘ロボさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、
コメントもお待ちしていますね。